では今度は仰向けで、腕の周りの相対方から、上半身の相対方に行きましょう。首まで行きます。はい、じゃあまず、こちらからいくかな。はい、腕もやっぱりこう腱鞘炎になったりこう疲れたりするでしょ。でちょっとやってみましょう。内と外、これどちらかテニス肘とかね。こっちがね、楽な方にぐーっとここで力を入れやすいようにちょっと押さえてあげる。ストンぐーっとストンぎゅーストン。はい、今度動かしてみて。どう？はい、楽になった。はい、ああ、向いたね。簡単でしょ。外と内、これどちらか外にこう回すのと、はい、内に回すの。あ、外と回す。この方が楽ね。はい、じゃあ外側にぐーっと回して、ここで軽く押さえてあげる。ストン。軽くここで押さえてあげて、ストン。OK。軽く押さえてあげて、ストン。はい。今度どう？はい、楽でした。はい。曲げます。伸ばします。これどちらか？伸ばした方が伸ばした方が楽ね。はい。伸ばします。ストン。伸ばします。ここで軽く押さえてあげて、で、こっちもちょっと押さえてあげると、ストン。肘もちょっと押さえてあげると力が入りやすいよね。ストン。ここで軽く伸ばして、ストン。はい、曲げてみて。どう？はい、楽になった？はい。内、外、これどちらか？こっち側。じゃあ内側に、ここでぐーっと押して、ここをやっぱちょっと押さえてあげると、ストン。はい。3、2、1、ストン。3、2、1、ストン。はい、今度こう、どう？肩の感じ。はい。楽になった？はい。今度内側に、はい、外側に引いてきて、これどっち楽？こっち側、外側。外が楽ね。外にこう肘をこう突っ張る感じで押してきて、はい、押して、3、そうそうそう、ストン。肘をぐーっと引いて、ストン。ぐーっと肘を引いて、ストン。はい、肘を引いて、ぐーっと肘を引いて、ストン。はい、今度どう？楽になります。楽になった？はい。はい。今度上に上げてきます。下げてきます。これどっち楽？こっち側。こっちは楽ね。楽だったらこっち下げてきて、はい、ストン。下げてきて、楽な方にストン。はい、楽な方向にストン。はい、上げてみて。上がった？はい、いいですね。はい、こんな感じ。これね、上に上げるのが楽な人も時々いるね。で、それだったら上に上げてくる。これ軽く押さえてあげて、ストンってやると、同じようになります。はい、今度反対の右手いきましょう。内側と外側、これどちらく？外側。はい、じゃあ外側にここで押して、ストン。外側に押して、ストン。3、2、1、ストン。今度どう？はい。楽になった？はい。開く、内側、外側、これどちらく？内側です。内側く？じゃあ内側にぐーっと回して、ストン。そう。ぐーっと回してきて、ストン。はい。ぐーっと回してきて、軽く押さえてあげて、3、2、1、ストン。はい、開いてみて。どう？はい。楽になった？はい、曲げてきます。はい、伸ばします。これどう？伸ばす方が楽？はい、伸ばしてきて、軽く伸ばして、ストン。軽く伸ばして、ストン。そんなに強く押さえてないでしょ、僕。軽く押さえて、ストン。はい。どう？はい、はい。内に倒す、外に倒す。これどちらく？内側です。内側にここで、ストン。内側に、ストン。内側に、ストン。はい、開いてみて、どう？あ、はい。こう上げてきて、下げてきて、これどちらく？下げた方が。下げてきて、下げて、ストン。はい、下げて、ストン。はい、下げて、3、2、1、ストン。はい、どう？はい、また？はい、次に、肩から首、体幹のバランスを取ります。この手を、はい、左を下げて、はい、右を下げて、これどちらく？右の方が楽です。はい、じゃあ右を下げながら、左肩上げて、そうです。で、この時に僕はこっちからこういうふうに上にこう軽く押さえてる。こっちは上げる手を少しこっちに引っ張ってあげる。はい。3、2、1、ストン。はい。
3、2、1、リラックス。はい。3、2、1、リラックス。はい、今度ははい。大丈夫？はい。両肩上げて、はい、両肩下げて、これどっち楽？下げる方が楽。はい、両方下げて、3、2、1、ストン。3、2、1、ストン。はい。3、2、1、ストン。今度上げてみて、どう？はい。上げてみた。はい。はい。今度は両手ください。右を上げます。左を上げます。これどちらかと？右ですね。こっちが楽ね。で楽なのをぐーっと上げて、体ひねる感じ。ストン。体をひねる感じ。この肘を伸ばしておいて、はい、そう、肩甲骨から引いて、ストン。体をひねる感じで、ストン。はい、今度左上げてみて。楽になります。楽になった？これ、両方ともこう動かすのがきつい人は、両方引いてみて、ぐーっと。そう、肩甲骨をぐーっと背中に押し付ける感じ。ストン。背中をぐーっと肩甲骨をくっつける感じでストンってやると、ほら。それでもいいんですね。それでも楽。はい、下ろして。はい、次に首をいきましょう。はい、頭を上げます。枕外します。はい、下ろします。顎を上げて、顎を引いて、これどっち楽？上げるのと、引くのと。引くのが。楽？はい、じゃあ引いてきて、はい、ストン。はい、顎を引いて、ストン。これちょっと倒れないかな？ごめんね。はい、顎を引いて、ここ軽く、ちょっと触ってあげると力入りやすいでしょ？はい、ストン。ここ軽く触ってあげると力が入りやすいんで、ストン。はい、上げてみて。どうかな？楽になりますね。はい、今度右。はい、左。これどちら楽？右ですね。右が楽？はい、右側にぐーっと、ストン。ぎゅーっと、ストン。もう一回。ぎゅーっと、ストン。はい、今度。楽ですね。楽やった。で、なんで首を最後っていうか、今足の方から始めたかというと、頭って体にぶら下乗っかってるでしょ？で、腕ってぶら下がってるじゃない？そうすると、その、乗っかってる、ぶら下がってる腕とか頭のところ、首のところだけを一生懸命バランス取ろうと思っても無理なの。土台から柱、足から腰、背中っていうふうに、そこのバランスを取ってあげないと、首ってバランスが取れないんですよ。で、割合と皆さん、その交通事故とか、トラフィックアクシデントでそういうので首を痛めることが多いんだけど、そうすると、ずーっと治んないって何年も治んないと思ってる人が多いのね。困ってる人っていうか。でそれはなぜかっていうと、大体のところでは治療するときに首が痛いと首を治療する。でも実は大きなアクシデントになれば強い外力が加わるとどうしても足から腰背中っていう全体のバランスが悪くなってて、それの上に頭が乗っかってるからここだけの周りの治療をしても絶対治らない。で今みたいに足から順番に、治療をしてあげると、すごく治りにくかったムチ打ちでも、割と早いか本当にうちに来るので早い人なんかは1回2回見てなんかすごく良くなって治りましたなんていう人がいるわけよ。だからそういうふうに案外こう足からやるの遠回りのように感じるけども、実は足から順番に、相対法を始めていくのがすごく大事なんです。はい、ちょっと動かします。こう持ってきて、こう持ってきて、今度どう？大丈夫？はい。これは同じ？こっちの方が楽ですね。楽？じゃあ楽な方にぐーっとストン、ぐーっとストン、もう一回ぎゅーっとストン。はい、今度は？はい。大丈夫？はい、楽です。はい、右足をね、今度右足を伸ばします。右足を伸ばす。つま先上げて、右のつま先上げて、かかとからぐーっと踏んで、ぐーっと右の腰から膝、腰、背中と伸びる感じ。はい、今度反対。左のかかとから膝、腰、背中と伸びる感じ。これどっちが楽かな？右と左。どっちが楽？右が楽です。右が楽？じゃあ楽な方をぐーっと伸ばして、3、2、1、ストン。3、2、1、ストン。もう一回。3、2、1、ストン。今度左やってみて。
どう？ああ、楽です。楽になった？はい。今度頭をこうちょっと動かしてみよう。顔を動かしてみよう。今度どう？あら、なんかそんなに。全然ストレスがなくなったでしょ？ないですね。でこれは何かっていうと、実はこれは足を動かすことで背骨を支えている筋肉、脊柱起立筋って言うんだけど、背骨を支えている筋肉のバランスが取れた。そうすると、背骨を支えている筋肉というのはさっきお話したように頭をこう持ち上げている筋肉がベースですから、そこのバランスが取れるとこれがすごく楽に回るようになるんです。はい、ここまでで、上半身の相対法がおしまいです。じゃあ、今度はうつ伏せでの相対法を始めます。さっき一番初めに見てちょっとバランスを見てみましょう。そうするとほぼ今もう治ってきてます。ただもうちょっとね、ちょっと気持ち伸ばしてみて、右足気持ち、そうもう一回ちょこっとまだ少しこっちの方は少しまだバランスが悪いかなと思ってますね。はい、じゃあここからいきましょう。こっち曲げて、はい、足首からいきます。外、内、これどっち楽？外が楽ね。外側にぐーっと押してきて、3、2、1、ストン。3、2、1、ストン。これもここまでしか動かないから、ここで力入れてって言ったら力入るんだけど、ちょっと入れにくいよね。ストン。ここで軽く押さえてあげると、ストン、力入りやすくなる。今度どう？楽です。楽になった？はい。はい、今度反対。内、外。これどっち楽？内側です。内側ね。はい、内側に持ってきて、3、2、1、ストン。3、2、1、ストン。軽く押さえて、3、2、1、ストン。はい、今度どう？はい、楽です。楽になった？いいですね。はい、曲げて、今度両方。右と左と、これどっち楽？右です。こっちが楽？はいはい、ここでぐっと押して、3、2、1、ストン。3、2、1、ストン。3、2、1、ストン。はい、今度は楽です。楽になった？はい。はい、今度、ももの前の針を見ましょう。腰に来る人もいます。右と左と、ももの前とか腰。右ですね。左の方が楽です。左の方が楽？はい右の方はちょっと腰に来る感じ？はい。ももに来る？ももに来ます。ももに来る感じね。はい。じゃあこれを、こっちの今度はきつい方の足を、はい、つま先を立てて伸ばします。ぐーっとかかとから踏んで、そう。かかとから踏んで、ここのぐーっと膝の後ろ伸ばしてくる。はい、ストン。はい、ぐーっと膝の後ろ伸ばしてきて、ストン。もう一回。ぐーっと伸ばして、ストン。はい、今度曲げてみて。どう？いいですね。そうするとこっちの方、ももの前が取れちゃうでしょ。は必ず反対側の楽な方を探して動かしていくと、筋肉の緊張はニュートラルな状態に戻るんです。内と外、これどっち楽？こっちの方が楽。で内側に倒して軽くここで押さえてあげて、ストン。楽な方に3、2、1、ストン。もう一回。楽な方に3、2、1、ストン。外やってみて、どう？楽です。引っかかってる感じなくなった？はい。はい。今度反対、こっち行きます。内と外、これどっち楽？こっちです。こっちが楽ね。じゃあ楽な方に3、2、1、ストン。楽な方に3、2、1、ストン。もう一回。3、2、1、ストン。はい、開いてみて。どう？いいです。楽になった？はい。いいですね。ちょっと取れにくいなと思ったらもう3回ぐらいやっても大丈夫よ。はい。はい、右に倒して、左に倒して、これどっち楽？右です。この方が動かしやすい？はい。じゃあこっちに両方倒して、3、2、1、ストン。これもこう、触んないで、はい、自分でやって、3、2、1って力入らないよね。で、ここで軽く押さえてあげて、3、2、1、ストン。3、2、1、ストン。はい、今度こっち倒して。今度どう？楽になります。楽になる。はい。慣れてくると、こういう動きでも、ちょっとクッションを置いて、自分で、はい、倒して、ここでぐーっとクッション挟んで、ストン。これ1個あると力入るでしょ？ぐーっと持ってきて、ストン。もう一回。ぎゅーっと持ってきて、ストンってやると、一人でもできます。ああ、楽になったね。はい、こんな感じ。はい、今度ね、右膝を横に上げます。こう上まで上げて、この感じと、はい、下ろして、左上げてみて。
これどちら楽？あ、右の方が楽です。右の方が楽？じゃあ右の楽な方を上げましょう。で、こっちの足はちょっと軽く立てておきましょう。はい、右上げて、キューッと上げて、3、2、1、ストン。右膝上げて、ここをこっちの方向に、3、2、1、ストン。もう一回、3、2、1、ストン。ここで押さえてあげてみてください。もう一回やってみて。軽く、3、2、1、ストン。はい、下ろして。はい、左上げてみて。どう？あ、楽ですね。上がるようになった？はい。はい。こんな感じで、不思議でしょ？不思議です。右上げると左が上がるようになっちゃうね。はい、今度、最後、ここで、こうひねる。こうひねる。これどっち楽？こっちですね。こっちに楽ね。こっちにぐーっと。3、2、1、ストン。3、2、1、ストン。ちょっと手を乗っけてあげてるだけ。はい、3、2、1、ストン。はい、今度は同じですね。だけやった？はい。お疲れ様でした。そうすると足をこう伸ばして。そうすると、ここまでで、いいよ、大丈夫よ。はい。大体もう足の長さがちゃんと揃ってきます。ここね。こんな感じで、バランスが取れた。はい。うつ伏せの相対法、これでおしまいです。はい、お疲れ様でした。はい。じゃあ、座っての相対法をやりましょう。で、これは、案外、座ってやる相対法をちょっと覚えておくと、例えば長い時間椅子に座っててすごく疲れたとか、寝転んではできないけど疲れちゃったとか、あと、バスので長く乗ってて疲れちゃったとかさ、悪いな、足痛いなと思ったとか、腰痛いなと思った時にやってくれると案外楽になります。はい、ここでまず左の膝を出して、はい、右の膝を出して、これどっち楽？こっちの方が楽。はい、楽な方をぐーっと出します。これ自分でやるときはちょっとこの手で軽く押さえてあげると力が入りやすいです。ストン、ぐー、ストン、もう一回、ぎゅー、ストン、で、今度比べてみて。どう？あ、楽です。楽になった？はい。そうすると、ここのお尻の仙腸関節、ここのバランスが取れやすい。はい。今度右足、左足上げます。はい。右足上げます。反対。これどっち楽？左の方が楽ね。そしたら左を上げて、右は踏む。ぐーっと、ストン。これも自分でやるときはちょっと押さえておいて、ぐーっと、ストン。こっちもっと踏んで、踏み込んで、ストン。はい、踏み込んで、ストンってやると、はい、こっち上げていって。どう？楽ですね。楽になったでしょ？面白いでしょ？これ、たったこれだけ。外と内側。これどっち楽？あ、内側ですね。ね、内側に軽く踏んで、ストン。軽く内側に振って、ストン。軽く内側に振って、3、2、1、ストン。はい。今度は、はい。楽ですね。はい。内と外。これどっち楽？内側ですね。内側。じゃあ内側に軽く振って、ストン。軽く振って、ストン。もう一回。軽く振って、ストン。はい。今度は、あ、同じですね。はい。今度、両方揃えて、右左振ってみて、どっちが欲しい？左が楽ね。はい。左に振って、ストン。左に振って、ストン。もう一回。左に振って、ストン。はい、今度ははい。同じですね。同じだった。はい。今度、頭の後ろに手を持ってきます。はい。はい。開きます。はい、閉じます。これどっち楽？あ、閉じた方。はい、閉じてきて、3、2、1、ストン。3、2、1、ストン。はい。3、2、1、ストン。はい、今度はあ、動いた？そうですね。うん、面白いね。はい。こうひねる。こうひねる。これどっち楽？ここっちですね。っちが楽ね。こっちにぐーっとひねって、ストン。深くひねって、ストン。深くひねって、ストン。はい、今度どう？あ、楽になりました。動いた？はい。はい、今度このままこう倒す。反対、こう倒す。これどっち楽？あ、左が楽です。左が楽ね。はい。こう左に倒してきて、右上げて、左下げて、ストン。ぐーっとストン。3、2、1、ストン。はい、今度どう？あ、はい。動いた？はい。はい。そうすると座っての相談をおしまい。どうでしょ楽になりますうか？楽になりました。はい。じゃあお疲れ様でした。はい。ありがとうございます。
少し相対法を、自分の体と自分のためのコミュニケーションだと思って毎日ちょっと自分でやれるところをやってみるといいんだよね。はい。そうするとちょっとバランス悪いのねっていうのが分かるからさ。で痛くなってからやってもいいけど痛くなる前に本当はちょっと疲れたかなと思った時にやってくれると自分でも十分治ります。一人でやっても治ります。あと例えば、子供いらっしゃるでしょ。はい。で成長痛で足が痛いって言うじゃん。はい。ああいう時もさっき初めにやった足をこうつま先上げてストンと落とすやつと、はい。一番初めにやったでしょ。はい。あれだけでも実は足の成長痛ここが痛いってよく言うじゃない。はい。あれも筋肉が緊張してて、骨が先に伸びていくからそれに引っ張られて筋肉が緊張して痛くなっちゃう。で一番初めにやったつま先をグーッと上げてストングーッと上げてストンっていうのをやってあげると、あれだけでもあれやってから足首ぐるぐる回してあげると、もうそれで筋肉の緊張が抜けるともう痛い痛いって言わなくなる。はい。びっくりするからよく。わかります。やってみます。だから相対法っていうのは、自分の体とコミュニケーションもできるし、家族とか、そういう周りの友達とか、グループの中で、ちょっとバランスとってみようかっていうのをやると、例えばチームでやってるチームプレーなんかだったら、みんなのバランスが良くなればそれだけパフォーマンスがぐっと上がってくる。でそういうのにぜひこのビデオを見ながら、あなたが今やった動きをちょっと思い出してやってくれるとすごく役に立つと思います。わかりました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、どうも。体の悪いところとかバランスが悪いところを直すにはちょっと痛い思いをするのかなっていうふうに思ってたんですけども、意外にこう楽の方に動かしていいし無理をしないでできるっていうところがすごくいいなと思いました。で実際やってみるとたったそれ簡単なことなのにバランスが取れたり痛みがなくなったりしたので本当に驚きました。ではベーカー脳腫っていう、お膝の裏に水がたまる症状なんです。よく皆さんお膝に水がたまるってなりますよね、ここに。でも大体水がたまる時っていうのはここのお膝の周りにたまるより先に裏側にちょっとたまってくる。でそれが裏側の方がすごくたくさんたまっちゃうとベーカー脳腫っていうものになるんだけど、割合と裏に少したまり始めて周りにたまってくるっていう人が結構多いんです。でその、初めのなんか違和感があってなんかこうやって伸ばしてみたらお膝の裏がポコンとしてるなとかいう時に、その時に少しこの今これからやる、リハビリをやっていただくと案外簡単に治りますっていうのを私は発見してるんです。やってみましょうか。でそれでこの手を膝の裏側に入れて足の重さを持ち上げる。足の重さでこう持ち上げる感じ。はい、伸ばして、はい、足の重さだけで押さえる感じです。ぎゅーっと握っちゃうと膝の裏っていうのは神経とか血管とか質化神経、質化静脈、動脈っていうのがありますんで、強く押しちゃうと痛めちゃうね。でこの足の重さだけでこういうふうに押さえて曲げて伸ばして、そう上手上手、こんな感じ。はい、ちょっと自分でやってみましょう。しっかり入れて、そう持ち上げて足の重さで伸ばして曲げて、そうするとピュッ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 っていうふうに膝の裏側に溜まってる水が外にこう出てきます。そうすると、その水の流れるラインができてくるとお膝に水が溜まりにくくなってきます。これすごく簡単でいいと思います。こちらで持ち上げて、はい、伸ばす。こんな感じ。そう上手上手。たったこれだけですけど一日に何回か膝がだるいなと思ったらやっていただくと、水が抜けてすごく膝軽くなります。はい、戻してどうでしょう。曲げ伸ばしして楽です。楽になりました。すっきりしました。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。